私はまだここにいる。言葉だけじゃ伝わらないものを一番伝えたいのはなぜ靴底をすり減らして裸足でも止まれないのはなぜカバンの中に星空嵐の夜もそこにあるそろそろ旅に出ろローバーに咲く花よ花よゴロゴロ泥だらけ胸を焦がす夜明け夜明けそろそろ走り出せ壊れるまで遊べ踊ろうよ泥だらけ胸を焦がす夜明け夜明け今度は何だ。また出ました黒坊主が。化け物が沼の中から現れました測量し直せ。しかしこの不審必ずやり通さねばならぬ。さもなくば鳥居様が。親父みんな黒坊主が出たぞ俺はこれから江戸に向かう黒坊主の噂もっともっと広めてくるそうすりゃお上だって印旛沼に目を向けてくださるこんな地獄無駄な不審きっとやめてくださるだからまたかガマたちに耳障りな。化け物黒坊主くそ。水野様もひどい真似をする。さて印旛沼から江戸湾への掘り割り不審は何時。先日の見積もりでは全て終えるのには30万両かかるとも。水野様は天下を案じられてのこと。喜んで指図役として印旛沼不審に向かいます。兄水野越前はお主を町奉行金役として勘定奉行勝手方に任命されたとか、いわばわしの同輩になられたわけだ。印旛沼不審がしくじれば貴公はその責を取らされる。そうまでして水野様に尽くす甲斐がございますか。ではどうせよと。印旛沼に行かずとも良い方法がある。代わりに揚げ指令でございますか。そうだ、兄上が今進めている江戸大坂四方十里の土地を全て幕府のものにせんとする揚げ地令。それがどれほどの無法であるか、お主の口より上様に申し上げよう。そうなれば兄上は立場を小さい小さいなあ。
土井王位跡部能登安倍伊勢水野様憎しくだらん牽制欲。わしが印旛沼に参るは誰に命じられたからでもないわ。この国のためじゃ。すみません。俺瓦版誰か。悪いな。どうした？江戸は初めてか？下総からもし瓦版屋を知りませんか？瓦版読売のことか。はい、瓦版に書いてほしいことが。おい、聞き捨てならねえな。瓦版ってな、あれはおめえお上に背くもんで。だから大抵の読売はどいつも顔を隠しているんだろうが、おめえそいつらに何を頼むと？番屋に来い。やだね、弱い者いじめは。てめえ返さねえと痛え目に遭うぜ。ちょてっとくたい。生き馬の目どころか玉を着せろ。大雨泥休みなしときたところに利病か。印旛沼の不審は何時と聞いていたが、ひでえもんだな。俺たちはお役人の命でかき集められたんだ。大切な田んぼもほったらかされて、帰りたいと言っても病くらいじゃ許しも出ねえ。でも今度は違う。この化け物黒坊主が出るって言うんだろ。ああ、俺も見た。みんな見たんだ。沼から突然ザバーッと現れて、泥がドドーン、稲光がババー。本当かね。ああ、でも役人は取り合っちゃくれねえ。だから俺は江戸に来たんだ。こんな化け物がいるって瓦版で広めりゃお上の耳にも入るだろう。そしたらあんな不審終わりになる。そんな面倒しなくても用意を倒せばいい。このカムロはな、そういうのに詳しいマブがいるのさ。化け物退治に詳しいのかな。マブお願いだ。その人のところに連れて行ってください。俺たちを、俺の親父や仲間を助けてください。印旛沼の黒坊主ですか。今度は俺たちも連れて行ってもらいますよ。印旛沼に出張る件について上に伺ってきた。では早速。だが怪しは関わらぬ。関わらぬ。印旛沼に用意が出るか。それがどうかしたか。印旛沼の掘り不審は今幕府が手がけている大事にございます。それを阻む用意があらば放っておけ。印旛沼の不審にこだわっているのは水野と鳥居。もししくじれば大金をドブ、いや沼に捨てたとして上様もお見逃しになるまい。では鳥居様を陥れるために用意を見逃せと。小笠原宝三郎、お前の望みは何だ。用意を殲滅することか。違うな。用意はこの世の始まりよりありし者、絶えることはない。お前は用意退治に蘭学の知恵を用い、万社弾圧を撤回させたい。水野鳥居が失脚すればそれはなる。何ですかそりゃ。敵の敵は味方か。お頭、しかし話は終わりだ。印旛沼の用意についてはそもそも存在するかどうかもわからぬ。助けてくれ。そう泣いてすがってくる子供がいた。用意は異界から来る。異界が人を惑わすためにならそれを倒す。それが怪しだ。竜と違ったかね。道中手形だけはお願いできますか。
才三、お前は残れ。なぜだ。小笠原様のそばにいてやれ。え、あ、そばにいてやれってどういう意味だよ。爆心不正が。なんだあの連中。侍の子が勝手に江戸を離れてよいのか。加納派の弟子だ。写生旅行と願えば許される。偉そうだ。なんだとバカ野郎。ああ、馬いますが鹿はどこですかね。まただ。どうした。俺もだ、幸安さん。日光で感じた気配か。あそこだ。俺たちの不審小屋。この自分ならみんな不審場だ。親父、みんな。おい、お前の家族は後でいい。それより、黒坊主ってのはどこです？それは親父、みんな。みんながいない。盗賊。病が癒えて作業に戻られたんじゃありませんか。そんなわけない。みんなリビオで立つこともできなかったんだ。ひどい。こんなところに病人を。赤痢か。そんな吹きっさらしじゃ治るはずもない。死んで埋められたってことも。お願いだ、みんなを助けてくれ。分かってる。助けてやるよ。どうした江戸源。いや、何でも。平千代丸様のお札だ。平千代丸。旅の行者様だ。理病に聞くってそれを。でもみんなそれからこの辺りは化頭土って言って掘っても掘っても水が出るんだ。ひどい泥だ。みんな、みんな、おい。おい、江戸源は。玄松。赤松様か。盗賊。こいつらは。幸安さん、これは用意だ。親父、みんな。ガマだ。あれがお前の仲間なのか。言ったろ。お札をもらってからみんな変になったんだって。何しに参った、怪しども。あんたが印旛沼不審に頑張っていると聞いてきた。黒坊主とかいう用意が出るんだろう。そんな者はおらん。やっぱりな。どういうことだ。化け物の噂をでっち上げたんだよ。作業を遅らせるために。それでこの不審がなくなれば国に帰れるからな。はあ、そうだよ。最初は嘘だった。なのに親父たちは本当に化け物になっちまった。だからあんたたちなら親父たちを元に戻せるかと思って。ねえ雪圧、なんとかしてやって。黒坊主は嘘でも用意はいたじゃないか。さあそこをどけ。なぜ俺たちに任せない。あいつらは人と用意が合わさったものだ。中身は人よ。
どけ今だ雪安さん。雪圧。人と用意が合わさっているだと。どうすりゃ離れる。お前たちが人なら俺の言葉を聞け。待てよ、落ち着いて聞いてくれ。お前たちを用意にしたものは何だ。そいつが分かれば。なんだ。親父たちが言ってる。こんなところはもう嫌だ。病も泥もねえ。楽しいもっと別のところに生きてえと。異界。こいつは異界を開こうとしているんだ。急いで。飛んだ。印旛沼の不信をやめろとでも言うつもりか。道という字は敵兵の首を道に並べまじないとしたことを意味する。綾神使い。西の方々ですね。平千代丸とは赤松様ですか。それは岩見様が配ったものだ。新たな首を目覚めさせるため。首？そうだ。不信をやめろ。みんな病に苦しんでいる。いや、やめられぬ。印旛沼が一度氾濫すれば利根川一帯が水没する。多くの田が潰れ、利根川を通る荷が江戸に来なくなる。この不信はそれらの災いから民を救うためだ。嘘だ。嘘じゃねこの堀が完成すれば、万が一異国の艦隊に江戸湾が封じられたとしても、江戸の民が干上がることもなくなる。異国から国を守るのを考えることは公儀の務めだ。これじゃまるでお前が正しいみたいじゃないか。そうだ、鳥居が正しい。こいつがいつも倹約で民をいじめていても、それでも今言っていることは正しい。そうだとも。そして用意と化した者どもは不信を妨げる悪。おい竜道、異界だ。いつか見た風景だ。異界を開いてはダメだ。雪やつ、そいつを切れ。用意たちは悪くない。みんな仕方なかったんだ。今は異界が先だろ。やめろ雪やつさん。異界に行ってどうする。国に帰るんじゃなかったのか。雪やつさん、竜の角です。ガマは蛇に弱い。竜も蛇も似たようなものか。いけたか。ほう、竜道雪やつ。貴様がそこまで覚悟を決めていたとはな。親父親父親父。みんな死んでる。あの札の力で生き延びていただけだったのさ。札の用意の力を失えばもう生きちゃいられない。雪やつ、これでも鳥居は間違っていなかったのか。異界を求めるのは悪いことか。答えろ雪やつ。助けてやると言ったじゃないか。やめろよ。この世には答えのない問いがいくらでもある。仕方なかったんだ。雪やつ。
なんてことを！鳥居、お前！責めるべきはその札を配っていたものではないのか。オーマ、何をする気だ。なんで人は死ぬ、なんで苦しむ。こんな世に何の意味がある。戻ってこい。当たる！なんだこりゃ。窓の外の空を見たら雲がハートの形に見えたよ。息を大きく吸い込めば心が大きくなった気がするね。愛とは何かなんてこの年じゃわかるわけないけど、いつの日かわかる時が来るのかな。見える木の枝も葉も毎日毎日伸びてるよ。これからも伸びてくよね。こんな時にはこんな歌が似合う。自分の今思う気持ちを口ずさめ。愛しているという素敵に響く言葉が未来にいる自分をきっと今の何倍も大きく優しくさせてくれるのかもしれない。雪圧は言った。人はここで生きていくのだと。その理由を見つけられると思っていた。だけどもう何も見つからない。二十四の話、五南町幻想。